皆さんお疲れ様です。では、例のごとく実践編に移っていきましょう。まず、チートイツに行くべき手から見ていきましょうか。どんな手かというとこんな手ですね。これはあんまり階段になる候補のターツもありませんし、高くもなさそう。なおかつ字もバラバラとありますね。こんな手は頑張って階段に向けて進め始めても、周りの人にスピードで追いつけなさそうですし、初めから折りを意識した進行をしていきましょう。なので、今回は守りのチートイツで進行していきます。まず、チートイツに行くときは2パターンあると思っててください。1パターン目はチートイツ以外全部捨てて、それ1本に絞って手を作るパターン。もう1個は階段や3カードの春津、交通の完成も見ながら進めるパターンです。どっちにも一長一短あって、チートイツ1本に絞るときは周りが使ってなさそうで論と言われなさそうな牌を中心に統一を作ることを意識していけます。端っこの牌や自牌がメインになりますね。その分リーチが先に他の人から入っても宝珠をなかなかしません。これをとあるプロの統一マスターの方は守りのチートイツと呼んでいました。よって今回私は先に真ん中の当たりそうな牌から切って端っこや自牌を中心に持っていきながら進行していきます。赤とドラは一応重なった時嬉しいのでこれだけ持っておきましょうか。13枚中1から2枚ぐらいは攻めるための駒を持っておいてもいいでしょう。逆に攻めのチートイツは、あえて高くなる赤や統一になりにくいドラを残して高い打点を狙ったり、もしくは他のチートイツや単ヤオなどの役と天秤にかけながら進行するチートイツです。もちろん周りに安全なパイばかり持っていられないので、守備力は守りのチートイツよりは劣りますが、その分上がった時の打点やチートイツにならなかった時の保険も効くのがいいところですね。これは後ほど説明していきます。実際もし進めてたらどうなってたかまではわかりませんが、私が報酬することもあった可能性もある一曲だったかなと思ったので、守備力の光った一面じゃないでしょうかね。では攻めのチートイツでも行かなければいけない手を紹介していきます。今回親番で最終局面、上がれば1位になれそうですが、それ以外の人と点数も近い手ですね。統一も多く目立ちますが、普通にピンフにもいけそうな手なので、今回はピンフとチートイツの両天秤にて進めていきましょう。ピンフも見なければいけない分、真ん中の牌をできるだけ残しながら進めないといけないのが怖いところなんですが、この点数状況だと1位取るためにがむしゃらに今できることをした方がいいかもっていう判断です。ここでどっちも見ながらいらない牌切ってったら、ついに4統一目が完成しましたね。そこ以外の部分で春津も完成していないんで、ここら辺でチートイツの方に重きを置いて作っていきます。この天秤にかけた時の判断はプロによっても人によっても意見が分かれるところなんですが、今回の私の判断としては統一4枚以上で完成した春津3カードや階段がないというところが今回の判断材料になっております。最後に5と6の想像のところのウーソーが重なっていよいよテンパイというところですね。これでローソーかローマン選んでテンパイっていうところなんですが、さっき私マンズの6万を残した理由としては結構周りの人に6のマンズが使われてなさそうな顔をしているなっていうような思ってるんですね。なんでかっていうと、前の人が87から9泣いてチーしているので、6は手に持ってなさそうだなーっていうところと、周りの人もマンズポロポロ切ってるので、6万使ってなさそうという、相手がいらなそうな牌を選んでいきたいというところで、6万の方にしていきましょう。ローソー引いちゃいましたね。うん。これは裏メモ。チートイツにはありがちなところなんですが、大切なのは自分を信じ続けるところなんで、この選択は間違っていなかったと信じましょう。誰か6万出してくれって思ってたら右の人から出てくれましたね。で、これで1位になれました。これがチートイツをする際の牌選びだったりとか、天秤にかける時の方法、押し引きなんかが少し学べたんじゃないかなと思ってます。この局面だったので6万でずっと突っ張ってましたけど、これが序盤でリーチ入ってたりすると折りの選択肢もしぶしぶ出てくるかなと思うので、場面によって選択を変えるっていうのも中級者の一歩目として考えておいてください。次の動画では本一チャンタの実践講義を行いますので、そちらもお楽しみに。では皆さんバイバーイ。